こんにちは。いつも動画を楽しませてもらってます。とぎもちさんは年に何回帰国日本へされていますか？コロナが始まってからは戻られましたか？コロナが始まってからは一回も戻ってません。もうそもそも高松行きの飛行機がもう飛んでないしやっぱり今の移動も良くないのもあるんですけど、そもそももう物理的に帰るってなると向こうに帰ってからね、2週間は自宅待機とかあったりだとかっていうと、もうなんか帰るのが現実的じゃないなという状況でないです。でコロナになる前は結構帰ってました。帰ったって言っても香川に帰ることもなんかいろんな手続きとかなんかあったりするからあったんですけど、東京に行ったりとかそういうのも多くって、それ含めると結構行ってました。私 1,2 ヶ月に1回は行ってたと思います。いつも楽しく拝見させていただいてます。質問です。韓国では各家庭でキムチをつけると聞いたことありますが、トギちゃんはつけてますか？よろしくお願いします。私の家ではつけてないんですけど、塩もにの家で塩もにと一緒にキムチも大量にこうブルーシートじゃないですけど、そういうのを引いてキムチね、こうやって一個一個こう1枚ずつめくって塗ってとかやってやるのは何回かやったことあります。お手伝いで行ったことあります。でその時につけたのを、結構大量にいただいてとかですごく美味しいです。牡蠣挟んだりとかして。とぎもちさんは1回の撮影で普通のモッパンと ASMR 同時に撮影できてると思うんですが、どうやって編集してるんですか？それと使っているマイクを教えていただけたら嬉しいです。メインで上げてるモッパン動画で音がいいものはセカンドでね、喋り抜き BGM 抜き版でちょっと ASMR 的な感じでセカンドのチャンネルの方で上げてるんですけど、基本的にあんまり私マイクにもこだわってないんですよね。これなんですよ。めっちゃ汚れてて汚いんですけど、これソニーって書かれてて、なんか確か1000円ぐらいで買ったんですよ。このマイクのみです。このマイクをここに置いてるだけ。しかもこれももうメーカーがわかんなくて、もしこれ壊れたらどうしようって思ってる。もう買う方法がない。名前とか何も一切載ってないから、とりあえずソニーです。クマさんとの結婚指輪はしないんですか？そう、これすごい言われたんですけど、私結婚してから結婚式以来一回もつけてない。やっぱちょっといい高い指輪だし、日常使いじゃないなって感じがして、だってもうなくしたら大変なことないじゃないですか。そもそもつけるっていう発想がなかったから、クマさんとお互いにつけてないんですね。っていうか私の友達も結婚指輪つけてる子あんまり結婚した子ってそんな多くない気がするんだけど、みんな意外とつけてるのかな。香川に行ったらここはおすすめっていううどん屋さんが知りたいです。うどん大好きで、いつか香川に本場のうどんを食べに行きたくて。これもう私がおすすめしたいうどん屋さんがもう山ほどある。めっちゃ私が本当に行きつけで、香川行くたびにここは一回行きたいっていううどん屋さんが何店舗かあるんですね。ちょっとこれでもね、私今言わずに動画で、またコロナとかね、ある程度落ち着いて香川帰れた時にちょっと撮りたいと思ってる。本当に美味しいうどん屋さんがね、もう私の好きなうどん屋さんがいっぱいあるんですよ。リラックス方法を教えていただきたいです。また激辛料理見たいです。とぎもちさんの辛っていうのがとても好きです。ありがとうございます。リラックス方法か、なんだろうな、なんか結構動物の森、あつ森やってる時がリラックスしてる時かも。なんかクマさんも結構あつ森一緒にやってるからね、見てこんなの釣れたとか言って、こうクマさんに自慢して、こんなの釣れたよとか、こんなのあるみたいだよとかで、それが結構リラックス方法かな。いつも日本語で韓国フードの食レポをしていらっしゃいますが、次は韓国語オンリーでの食レポ動画を見たいです。その時は日本語字幕もつけてほしいです。韓国語勉強したいので。一時期私韓国語講座最後に入れてたりとかもしたりしてたんですけど、やっぱりね、発音があんまり良くないから、私の韓国語で正しくない発音の韓国語をね教えることになったらなんか申し訳ないなと思うので、講座もやめちゃったんですけど、そうですね、またなんかでも機会があればちょっと試しで韓国語オンリーの食レポ、難しいな。食レポをね韓国語でって意外と難しいんですよ。いつも後ろのぬいぐるみたちが可愛いです。一番お気に入りのぬいぐるみはどの子ですか？そう、この質問があったからこの子たちを今日置きました。この2匹が私は大のお気に入りです。いつも楽しく拝見してます。 YouTube に上げる動画撮ってはみたけどボツにしたっていうのもあるかと思いますが、とぎもちちゃんの中でボツ NG にする基準って決まってますか？また今までにどんな動画をボツにしましたか？教えてください。もうボツ動画山ほどあります。いざ注文して食べてみて、ある程度食べれるぐらいだったらいいんですけど、ちょっとこれあんまりおすすめしたくないなとか、なんか普通に美味しいもちょっと言い難いなっていうものとかは
はボツにしたりしてます。ボツ動画まだ結構残ってるかな、データ。私もう容量の問題でパソコンからすぐ消しちゃうんですよね、動画。またあればね、ボツ動画をまとめて出すっていうのもちょっとありなのかなとは思ってます。去年くらいの動画の説明欄だったかなで、半年後くらいに重大発表があります的なことが書かれてたと思います。もう半年ぐらい経つと思うんですが、重大発表とは何だったんでしょう。多分ね、これ重大発表とは言ってなくって、なんかいろいろとこれからね、いろんなことが新しく変わっていきます、始まりますみたいなことを書いたと思うんですけど、これはね、正直コロナのことでいろいろぶっ飛んじゃったんですね。なんかファンミーティングの計画も1個ありましたし、ファニコンさん通してコップの発売とかいろんなことがね、立て込んでたんですよ。で、ケイコンがあってイベントがあって、イベントでなんかハイタッチ会があるだとかなんとかいっぱいね、いろんな予定があって、で、あと他にもね、いろんな計画があったんですよ。でもね、コロナの影響でなんせ日本にも行けないし、もうかなりのいろんな計画がキャンセルなしになっちゃって、そうすごくね残念だったんですけど、それの発表がなくなっちゃった感じですかね。で、ご報告ができない結果になったことも申し訳ないです。トギさん、毎日楽しく拝見しています。韓国で一番好きな場所はどこですか？今見ているカンドラはありますか？2つ質問ミヤネよ。好きな場所どこだろうだ。でもなんか私プサンすごい好きなんですよね。プサンのヘウンデが好きで、って言ってもあんまりね観光できてないんですよ。ちょっとお仕事で行く機会が2回ほどあったぐらいで、普通に旅行とかで行けてないから、またいつかねクマさんとかとちょっとプサンはね旅行行きたいなって、個人的にプサンすごい好きです。と、あと今見ているカンドラはありますか？私カンドラ全然見ないから今見てるのはわからない。わからないことないわ。私ネットフリックスでこの前あれ見た。めっちゃ面白かった。あれタイトル出てこない。ちょっとなんか刑事と検事とのお話、ちょっとこれ見てこちらちょっとテロップで出します。こちらです。こちらすごい面白かった。인생일본영화추천인생일본노래추천해주세요그리고한국에서살면서힘들었던점이에요。これ韓国語で答えた方がいいのかな。字幕ついてるからいいか。そうだな、日本の映画ではでも私とクマさんが共に一番好きなのは今会いに行きます。これ私実は見たことなかったんですけど、クマさんがすっごい好きで日本の映画で一番好きって言って、それきっかけで見てすごい面白くて感動してよかったなって思った映画かな。あとは世界の中心で愛を叫ぶがすごく好き。舞台が香川のねムレっていう場所だったりもすることもあって、なんかちょっと思い入れ強いかな。実際に撮影現場とか行ったりもしたし、うわもうこれ日本の曲ですよね。私ね春夏秋冬すごく好き。実際にヒルクライムさんがなんかどっかのイベントかなんかで歌ってるそのライブ映像みたいなのが、ね、YouTube で出てくるんですけど、あれ泣けますよ。私あれ何回聞いたことか。曲のメロディーもいいんですけど歌詞がすっごいいいんですよね。鳥持さんのネイルいつも素敵だなと思って見てるんですが、どこでやってますか？私ね髪これジュノヘアでやってもらったんですけど、初めて切ったのね。でもジュノヘア、それで髪やってもらう前からジュノヘアでずっとネイルやってもらってたんですよ。だからジュノヘアのネイリストさんいつも同じ方にやってもらってます。コロナ始まる前はね日本でまた行きつけのとこがあって、地元でそっちでやってもらってたんですけど、って言っても私ね今やってるこのネイルわかります？このネイル2ヶ月に1回はこのネイルで残りの2ヶ月に1回がちょっと新しいのやるかなって感じですね。先日の沖縄そばの動画の煮豚がすごく美味しそうでした。もっと料理シーン見たいです。そう、ありがとうございます。なんか悩むんですよ。お料理動画すごく期待してくださってる方とか、日本の料理とか韓国料理以外のも見たいっていう方の意見もすごく多いんですけど、逆にいや韓国の家庭料理をお願いしますっていう方も多くって、やっぱりねいろんな意見の方がいるからすごくねこれ迷ってて、ごめんなさい、これリクエストのこの内容と話ちょっとずれちゃうんですけど、すごい悩みます。どういうの撮るかなって。逆になんか料理動画がいいですっていう方もいれば、ペダル動画がもっと見たいっていう方もいれば、やっぱりいろんな方がいるので、これからランダムで出していくんですけど、自分の好みじゃないなって動画があった時は飛ばしてください。すいません。韓国では裏広告のことが問題になってましたが、詳しく知りたいです。そのことで YouTuber が辞めてしまったことあったみたいですし、よろしくお願いいたします。裏広告ってあれですよね。韓国のモッパン YouTuber さん
んが結構問題になってたことなんですけど、日本でいうステマですよね。日本でも結構数年前一時期ちょっと大問題になってた時あったと思うんですけど、実際は企業さんからお金をもらって紹介して商品なんですけど、それを秘密にして私のおすすめですよみたいな感じでお金のやり取りがあったのに内緒にやってるそんな感じが、裏広告の問題でしたよね、今回起きた。私もねコメント欄でちょこちょこ裏広告じゃないですかあれみたいに書かれたことあったんですけど、私は全くないです。っていうのも私裏広告する意味がよくわかんないのが、そもそも提供どこどこって私は絶対入れてるんです。企業さんはメリットあるかもしれないですよ。売れ行きに関わるから。でも私にとっては提供何々って出しても出さなくても、ね、何のメリットもないから何のために裏広告するんだろうっていうちょっと謎はちょっとあったんですけど、どうなのかな。お肌綺麗なのでお肌のケアの仕方とか気になります。あとお気に入りの化粧品とか香水とかあったら教えてほしいです。化粧品は結構いろいろ変えてるけど、ある程度ファンデはこれがいいとかハイライトはこれが好きとかある程度決まってるかな。でも今までね結構メイク動画とかスキンケア動画出したことがあると思うので、それでねちょっと見れるかなと思うので、ちょっとよかったらね今までの動画見てみてください。あとね香水はねめちゃくちゃお気に入りがいっぱいある。韓国来たらここのパン屋さんは絶対行った方がいいってところをチェーン店とチェーン店ではないところ2カ所教えてほしいです。チェーン店だったら私アティジェのねパン結構好き。アティジェといえばケーキがすごい好きで今までケーキ買いに行ってたんですけど、パンね美味しい。アティジェのパン美味しい。アティジェちょっと高いんですよ。ちょっと高いけど、いやあれ出す価値あるぐらいやっぱ美味しい、レベル高いですね。あとね、チェーン店じゃない場合だと、やっぱり前から言ってる金明モは、動画でも何回も紹介してると思うんですけど美味しいですね。あとイソンダン大好き。イソンダンのヤチェパンっていうのがあるんですけど、ちょっと揚げたようなパンの中に野菜のね刻んだのがいっぱい入っててめちゃくちゃ美味しい。他のパンもいろいろ美味しいのあるんですけど、イソンダンもおすすめです。でも店舗がいくつかあるからチェーンになっちゃうのかな。どうなんだろう。どんな勉強をして韓国語を話せるようになりましたか？私はもう全く韓国語がゼロの状態で韓国に来て、韓国のソウル大学の言語語学院で1年間勉強しました。そこでね、今仲良しで動画でも何回も登場してるオディリとかダイアナとかマーティンとかね、その辺のメンバーと出会ったんですけど、やっぱりね日本人がいない場所で韓国語を学ぶっていうのが大事だから、もしね語学堂に現地に行って通うんだったら日本人の率が低い学校をおすすめします。私はそういう意味でソウル大学の語学堂を選びました。コロナが落ち着いたら帰国旅行をしたいのですが、おすすめの場所や、食べ物があったら知りたいです。私はね香川県民だから香川で美味しいうどん食べるのがすごいおすすめなんですけど、個人的に四国で私が好きなのは高知。もう高知大好き。もう高知好きすぎる。おばあちゃんがすごい高知が好きで、高知に今までね旅行に行くことが家族で多かったんですけど、やっぱりねこの日曜市楽しいですね。食べ歩きもできるし、いろんな新鮮な野菜も帰りに買って帰るのもいいし安いし、あと広め市場、もう炙りたてっていうのかな、焼きたてっていうのかな、カツオのたたきだったり美味しい新鮮な土佐の料理のお惣菜がいっぱいあったり、もう最高。あとお酒私は飲まないんですけど、飲む方はねすごく楽しいと思います。お酒に合いそうな料理も多いですし、お酒もいっぱいあるし、愛媛と徳島はね実はそんなに行ったことがないからちょっとよくわからないっていうのが現状です。プロポーズの言葉教えてください。もうストレートに結婚してくださいでした。でもペンションとかでちょっとロマンチックなムードで音楽かけて風船いっぱいあってみたいなのを演出してくれたのは思い出かな。一つの企画に何時間かけてますか？食べたいもの決めるのは前の日に夜寝る前とかに明日あれ食べようとか思いながら決めるから、そんな時間は全然かかってないですし、撮影時間はだいたい長いもので1時間、短いもので30分ぐらいかな。編集がだいたい1本で、早ければ1時間半、長ければ2時間半3時間ぐらいかな。トキさん、クマさん、仲良しの秘訣は何だろう？仲良しの秘訣でも喧嘩するしなでもお互い溜め込まないから、言いたいことあればその場で絶対言う。後に持っていかない、引きずらない、後々嫌な気持ちにならないポイントかも。その時にその場ですっきりさせる。クマさんとの普段の会話は韓国語、日本語どちらですか？家で2人でいる時は日本語だけど、外出たりとか、あとクマさんの実家行ったりすると
と韓国語で話します。その場によっていろいろ。どうやったら時本さんみたいに努力できますか？勉強のモチベーションを保つ秘訣や明るく生きる秘訣、やりたいことの見つけ方みたいなものがあれば教えてほしいです。いつも明るく異国で頑張って生きる時本さんに憧れます。あ、友ちぎになってる。この間違いよくあるんで全然大丈夫です。とぎもちです。とぎもち。まず私そんなに努力家じゃないから別に全然勉強もね、私正直に言うと小学校、中学校、高校、大学とそんなにやった記憶がない。なんか高校に進学、大学に進学、大学院に進学の時とかもなんとなくここ近いし、なんか学力的にここかなっていうその場のある学力で行ったとこばっかりだから、ここを目指していくぞでバリバリ勉強した記憶があんまりないですね。でもね、勉強のモチベーションで言えば私ロシア語が好きで、ロシア語はかなり頑張って勉強したかなって。韓国語はまあ語学堂に行ったからその場でさらっと周りに流されて一緒にやった感はあるんですけど、やっぱり好きなのがいいですよね。だから私は今までだから国語、数学、理科、社会みたいな学校の受験に向けてのお勉強っていうのはそこまでそんな本気で頑張った記憶はあんまりなかったりもするのは、多分その勉強自体にあんまり興味がなかったというか好きじゃなかったからかなと思うけど、でも語学に関しては例えばロシア語を勉強する際に私まずロシア自体がすごく好きになったんですよ。ロシアの文化だったり社会主義のああいった建物とかなんかこう時代背景とかそのソ連時代の歴史とかがすごい好きになって、でそのロシアを愛してる先生に出会えたってことも今もすごいよくしてくださってね、交流のある先生なんですけど、その先生に出会ったことも大きかったかな。だからまあロシア語をそれで好きになってで勉強したいっていう自分のこう意欲ができた。まあだから好きこそものの上手なるっていう言葉があるように、本当に好きになればそれを楽しみながらできる、勉強って感じずにできるから、いいのかなと思います。モチベーションっていうのかな、やりたいことの見つけ方で言えば、私多分やりたいことを見つけようって思ったことは今までなくって、なんか誰かとの出会いでこうしたいだったり、何か本を読んでこういった出会いがあってなんかやってみたいな自分もとか、ちょっと勉強してみたいな、調べてみたいなとかができて今に至る感じなので、そうですね、やりたいことっていうのは多分いろんなことを経験したり触れたり人と出会うことによってできるものかなって思ってます。ごめんなさい、当たり前のなんかこう答えというか説明の話しかできないんですけど、 K-POP と J-POP どちらの方がよく聞きますか？もう断然 J-POP。 やっぱり他の国の言葉で喋ってる歌詞ってちょっと聞き取れなかったりするから、私歌詞がね理解できないとあんまり曲好きになりにくいとこもあって、とは言いつつ音楽のメロディー好きになることもあるんですけどね。もし YouTube をやってなかったらどんなお仕事をしてたと思いますか？私はもう絶対わかる。ロシアで働いてたと思う。大学院にもうすでにいる時に次の進学先としてロシアの大学の方をもう進めてたというかお話いただいてて、そちらの先生ともやり取りちょっとしてたので、クマさんとの出会いがなくって韓国に来なかったら多分ロシアにそのまま進学進んでロシアの大学で勉強してロシアで就職してたと思う。未来は全然変わってた。人生どうなるかわからないものですなんで最近動画が長いんですか？はい、これ答えたかった。もう違うんですよ。この質問すごく一時期多かったんです。最近少なくなったんですけど、最近の動画長いですとか、なんで長くしてるんですか、広告収入のためですかとかがあってるんですけども、全くそれは違ってて、動画が長くなりだしたのってもっぱん YouTuber さんで食べたものを出すみたいなのが問題になってた YouTuber さんが結構何人か炎上されたじゃないですか。で、私は一切それがなかったから、もう本当に飲み込んでるシーンまでしっかり入れてくださいっていうコメントも増えてきてたから、私はちゃんとそこまでその編集で飲み込むシーンまで入れてたんですよ。そしたら動画が伸びるで、その分食事の感想だったり間で挟む言葉をカットすると、今度はその味の説明もっとしてくださいとか、ちゃんと食レポしてくださいとかいう意見が増えて、でもそこも増やして食べる咀嚼の部分も長くするとすんごい長い動画になっちゃうんですよ。だからどこをどうカットするか
かですごい悩んで、結局全部を解決するには全部そのカットシーンをほとんどなくす。そしたらその食レポもちゃんと入ってるし、咀嚼の飲み込むシーンまでも入るしでいいんですけど、そうするともう動画が30分絶対超えちゃう。だって撮影時間が大概1時間ぐらいかかってるから、もうほとんど出しちゃうと本当に大変なことになるので、これすごい難しい問題で、でも最近できるだけその飲み込むシーンまでを入れてほしいっていう意見が多いから入れるようにはしてます。その影響で動画が長くなってるのはごめんなさい。ちょっとだらけてる動画に見えちゃうかもしれないけど、そこは難しいですね。いろんな人の意見を取り入れようとしたら全員が全員その満足していただける動画っていうのはすごく作るのが難しいなと思ってます。もう本当にそれがずっと動画を作り続ける上での悩みかな。鳥持さん、こんにちは。日本へ帰国した時など韓国から離れている間懐かしいなと思う韓国のものは何ですか？もう私これ本当に自分でもちょっと面白くなったんですけど、やっぱり何年か韓国に住んでると、日本に帰国して日本で2週間とか3週間いたりすると、うわトッポギ食べたいってなってくるんですよ。でね、これをクマさんに話したら、もうアスカは韓国人だねってよく言われます。なんか韓国の人ってやっぱり海外旅行で長い期間海外とかにいるとトッポギ恋しくなるらしいです。トッポギとか韓国ラーメンがそんなもんかと思って、同じ感覚トッポギが懐かしくなる。韓国では誕生日にわかめスープを飲むと聞いたのですが本当ですか？鳥持さんもくまさんの誕生日に作ってあげてるんですか？これね本当です。誕生日にはわかめスープです。私がね大学院の頃にくまさんと付き合ってる頃に、私の誕生日にくまさんがプルコギとわかめスープ手作りで作ってくれました。すごく美味しかった記憶があります。で、韓国に来て結婚してからはくまさんの実家でも誕生日会するので、そっちでねくまさんのお母さんとかがわかめスープ出すので、私はくまさんと2人で家でお祝いするときはがっつり洋食でくまさんの好きなもの、くまさんがしゃぶしゃぶが食べたいって言ったらしゃぶしゃぶにするし、勝手に何でもいいよって言われたときはもうハンバーグ作ったり唐揚げ作ったりグラタン作ったり結構自由にやってる。